20代の持ち家率が過去最高。実はやばい理由と、賃貸 VS 持ち家の真実。今、20代の持ち家率が過去最高になっています。でもこれ、いいニュースどころか、将来住む人が増える可能性がある話です。実はこの現象、若者が豊かになったわけではありません。むしろ逆です。焦って家を買わされている可能性が高いんです。なぜ今、20代が家を買っているのか、そして本当に得をしているのか、さらに賃貸と持ち家、どっちが合理的なのか、今回はこの3つをわかりやすく解説します。結論から言います。今の20代は得している人もいます。でも全体としては違います。リスクを前倒しで背負っている状態です。そして今の日本ではやや賃貸の方が有利です。まずなぜこんな現象が起きているのか。一番大きい理由はシンプルです。今買わないともっと高くなるという不安です。住宅価格は上がり続けています。建築費も上がっています。家賃も上がっています。だから多くの人がこう考えます。待つほど損をする。その結果、本来30代で買う人たちが20代で前倒しして購入しています。これが今起きていることです。さらにもう一つの理由があります。家は資産だという考え方です。昔は家は消費でした。でも今は違います。家は資産、場合によっては投資です。特に20代は NISA などで投資に慣れています。だからこの考え方が強く影響しています。さらに共働きが増えました。世帯収入が上がりました。ローンも通りやすくなっています。そして長年の低金利、住宅ローンは借金というより家賃のような感覚になっています。ここまで聞くと家を買うのは正解に見えるかもしれません。ここで一度考えてみてください。今家を買おうとしている人はこのリスクをちゃんと理解していますか？実は多くの人がここを知らないまま買っています。ここからが本題です。今の持ち家ブームには見えにくいリスクがあります。まず一つ目、金利上昇です。現在多くの人が変動金利を選んでいます。もし金利が上がれば毎月の支払いは確実に増えます。例えばですが、年収400万円の人が3000万円の住宅ローンを変動金利で組んだとします。もし金利が 1% 上がるだけで毎月の支払いは1万円以上増えます。これが10年、20年と続くとかなり大きな差になります。2つ目、人生の自由が減ることです。家を買うと転職しにくくなります。引っ越しもしにくくなります。もしライフスタイルが変わった時、柔軟に動けなくなる可能性があります。3つ目、資産にならない可能性です。特に地方では不動産価格は下がる傾向があります。つまり、買った家が思ったような資産にならないというリスクがあります。ここで一度整理します。持ち家は資産になる可能性があります。ただし、その代わりに自由を失います。一方で賃貸は資産にはなりません。ですが、自由を手に入れることができます。この違いが本質です。では、どちらが合理的なのか、ここは人によって変わります。まず、持ち家が向いている人です。結婚している、子供の予定がある、仕事が安定している、同じ場所に長く住む予定がある。こういう人は持ち家が合理的です。一方で賃貸が向いている人です。20代前半から中盤、転職の可能性がある、独身、将来がまだ決まっていない。こういう人は賃貸の方が合理的です。そして最後に一番重要な話です。今の20代は違います。余裕があるから家を買っているのではありません。むしろ今買わないと取り残される、その不安で行動しているケースが多いです。そしてこれからは焦って買った人と冷静に判断した人で大きな差が出る可能性があります。あなたは自由を優先しますか？それとも資産を優先しますか？この選択で10年後の人生は大きく変わります。このテーマはかなり重要です。これからもお金や生活に役立つ情報を発信していくので、興味がある方はチャンネル登録をお願いします。そしてあなたは賃貸派ですか？それとも持ち家派ですか？ぜひコメントで教えてください。